もバーチャルゲーマーキズナアイです。さあコーリングクリアすることができるのかできないかな。とりあえずレイコちゃんもね、なんか一人ですごい寂しそうなんでね、なんかこうあったかくしてあげれたらいいなって思うんですけど、どうなんだろう。食堂見たここはなんかね危ないし、とりあえずそう光がないと何も調べたりすることができないんで、ここ開かない。出てこないかな。大丈夫？いける？この上のメーターが出てくるとちょっと怖いですよね。こうね、電池を探していろいろ調べたいんですけどね。電池がないとだって全部暗くて見えないって言われるんだもん。あ、これ綺麗だよね。ピローン。あ、ここレイコちゃんの病室？うんうん。そっかー。うんうん。ならんとな。もうただただ微笑ましい。そうだよね。お見舞いとか、なんか書いてる。お見舞いとかってね、来てくれる人いないと寂しいですよね、きっと。何これ。なんて読むんだろう。ヘビ、イノシシ、ネズミ？なんだろう、これおばあちゃん家にも書いてましたよね。何もなさげ？まあちまちました扉は調べんぞ。何も出ないからな。ここは？あはは、怖いおとり。あれかな、ここに逃げようとしたらやられる？手術室、手術中。あ、セブ202。あ、よかった、普通のお部屋。何にも。あー、そっか。電池閉まってる。お電池さんやーい。どこにあるんじゃろかのお電池さんや。なんか音が聞こえる。こっち？どこから聞こえるんだ？こっち？怖い。あ、ラジオ。あ、これこの物語のことだ。ん？あ、こっから電池抜くの？ありゃ？あ、ねえ、やったー！電池。そうでござんすね。怖いだけど本当に鳥肌。日記たちを取ってって開かないんだ。とりあえずセーブしましょう。ここは？あ、いた気がするだよね。で、ここにあるでしょ。お見舞いに来ていたお母さんが玲子ちゃんに携帯電話を渡していました。この病院では談話室での携帯の使用を許可しています。このご時世、
病院とはいえ携帯くらいは使えないといけないみたいです。これからさらに仕事が忙しくなるそうで、これまでのようにお見舞いに来れない分、せめて声だけでもいつでも届くようにとおっしゃっていました。優しい。お母さんとお話しするれいこちゃんはびっくりするくらい生き生きとしていて、素敵な笑顔だったな。おお、いいお話。そのお母さんはどこ行っちゃったんだろう。れいこちゃんが楽しそうにしているのを見ました。何かあったのかなと思って聞いてみたら、携帯でチャットしているみたい。何でも待合室に置いてある雑誌にそういった記事があったとか。開放された談話室から鼻歌が聞こえてくるくらい、ふと気づくと私の携帯にメールが届いていました。れいこちゃんからでした。近くにいるのにわざわざメールしてくるなんて、よっぽど携帯が気に入ったのかな。そっか、携帯が。そうだよね、入院中ってきっと外出とかもできないんですもんね。きっとね、看護師さんはね、私にれいこちゃんを助けてほしいんだと思うんだよな。助けてあげられるかな。203ってどうだっけ。ダメ。ブブ。ここにはあった。日記4。今日病室に行くとひびの入ったあらら、割れちゃったのかな。床に転がっていました。このところお母さんに電話をしても、悲しいね。留守番電話が多く、たまにつながっても結局そのことで言い争いになって、つい頭にきて携帯電話を床に投げつけちゃったみたい。でもきっとれいこちゃんは後悔してる。お母さんはお仕事で忙しいんだってちゃんと分かってるから偉いね。れいこちゃんに病院の固定電話を使わせてあげられないか市長に相談してみると、快く了承してくれました。さすがにいつでもというわけにはいかないので、消灯時間前の20分という条件付き。チャットは談話室のパソコンでもできるから、明日にでも使い方を教えてあげよう。なるほど、優しいね、本当に。入院長かったのかな。で、下にもあったよね。ここにもまだ。ここは開かないよね。こっちはなんか闇だった気がする。そもそも開かないし、なんかパリンだし、パリンパリン。あれ、ここはいけないのね。なるほど。また出てくるかな。なんか嫌なんだけど、本当に。とりあえず、待って、今日記って何個あるんだろう。日記は持っているわけではない。あった。12344。あれでも6だったよね。5ってどっかにあるのかな。こんなか。待って、嫌な音する。あらやとも。ここにあった。相変わらず電話はほとんどない。あら、お母さん。いつも留守番電話ばっかりなんですね。でもお母さんも大変だよね。お仕事してお見舞いしてとかね。やっぱお母さんから電話が来ると体調安定するんだね。人間の方ってあれですよね。なんかこう、実際に聞く聞かないとかじゃなくて、結構なんだろう。精神的なものでも、こう体調が悪化したりとか、逆に良くなったりとかね、するんですよね。初めて会った時のよ。なるほど。寂しいんだ。でもね、お母さんの代わりにはなかなかなれないし、お母さんのパワーって強いですよね、きっと。お母さんはどうしたんだろうね。とりあえず5、今の5だったよね。だから多分あれが6なのかな。30、3だっけ。112。待って、それらを来た。6。れいこちゃんの手術から1週間。経過が良くない。手術は問題なかったのに、情緒不安定。でもやっぱりお母さんからの連絡が来ないっていうのが一番。だってちっちゃい子だしね。
れいこちゃん。私に顔を押し付けて1時間も泣きじゃくっていた。なだめることしかできないなんて歯がゆくて仕方ない。なるほどね。そっか、談話室までチャット見に行くにはね、行かないといけないから。どうしたんだろうね。何を伝えようとしてるんだ。でもやっぱりれいこちゃんは悪い子じゃないんだよっていうのと、助けてあげてくれないって感じだと思うんだけどな。電話。どっから電話なんだろう。ナースステーションの中にありますよね、1個。合ってる。合ってそう。音が。もしもーし。ああ。あやいさー。やばみー。これで電話するんだ。997-447-619。447使えない。447-619。997-447-689だっけ？ 619 だっけ？ 619？689かな。744。4476。合ってる。合ってた合ってた。ここが1階？ 1 階かな。別の病院に当てた。なんでしょうね。パカンパカーン。よいしょ。なんかある。日記。8、7飛んだな。岸辺さんがおじいたんが去ってしまった。新しく孫ができたみたいだよと笑っていた顔が頭に焼き付いて離れない。その度に。でもやっぱり看護師さんって辛いですよね。赤ちゃんとか命の誕生も見ることがあればやっぱりね、人間って死んでしまうから、看護師としては、いやでもね、すごい優しい人なんでしょうね、この日比野さん。れいこちゃん。そっか、お母さんからも連絡来ないしね。岸辺さんは亡くなっちゃって寂しいよね、普通に。だってまだちっちゃいのに。パカーン。助からない。いや、助けてください。枯れてるね。ここらへん。ほい。携帯ある。院長さん、これあれ電話かけないと。やだ、もうおこだわ。もらったったぜ。怖いんですけど、怖いよ。セーブさせておくれ。怖いですね。これやっぱり1階かな。なんか作りが違いますもんね。玄関ね、1階だ。外出れる？ワンチャン。ワンチャンあるで。ですよね、してた。なんかないかな。わかんない。開ける。
何？ノイズが聞こえる。これは録音失敗。あれ、もっとなんか近づかないとダメなのかな。外科開かないよ。あ、ここかな。開かない。あ、ここだ。ここで、お、ん？左下肢骨折の可能性大です。うん。左脇腹に打撲痕、痛みがあるようです。頭も強打しているようですが、ああ、意識はあります。しっかりしてください。私の声誰だろう。聞こえますか？誰？お母さん？誰が緊急、私？私ではない。お母さん？そっか。あの交通事故の時、運び込まれたのはここだったんだ。今日は顔色いいね。元気になってきた？うん。面識ある看護師さんだったの？ちょっと聞いてもいいですか？何？事故に遭った日、私この病院で人と会う約束してたの。でもやっちまったな。チャットの知り合いなんでハンドルネームしか知らなくて、ここに入院している人だと思うんですけど。それがレイコちゃんなんか。黒猫ってハンドルネームの人なんですけど、知りませんか？悲しいねこれ。知ってるわ。つい先日元気に退院していったの。あれ？本当ですか？でもごめんなさい。病院の規則でこれ以上患者さんの情報は教えられないの。実は亡くなってたのかそうな、ですか。この時には。なるほど。これでね、事故に遭わず会うことができていたらもうちょっと違ったのかな。確かに。なんで看護師さんが例になっちゃったんだろう。もしもし。もしもし。まさか君が出るとはな。誰？そこは黒宮病院だ。ええ。どうして白井さんが？白井さん。病院へ転院しようと思ったんだあ、が、まあそれはいい。学校で会った人かな。教会にはいろんな場所が点在するが、俺らが発生したことの発端はこの黒宮病院にあるはずだ。それってどういうこと？平たく言えば黒のペースを使って我々を教会に引きずり込んだ犯人がいる。レイコちゃんではなくて他にいるのかな。私たちを教会に引きずり込んだ犯人って。レイコ、なんだろうこれ。音こっちからする？動きはしない。ここのドアらへんからします？やっぱレイコちゃんなんか。だからみんなを呼んだの。そっか。あなたもここの一部になる。それは嫌かな。そんな感じ。一人にしてごめんなさい。でも事故だったんです。どうしよう。どうする
あ、また出たな。また出たな、この野郎。あれかな、またナースステーションあたりとかに行けばなんとかなる感じある。後ろにレイコちゃん。一人に絞るつもりは全然さらさらなかったんでコースが。やばいよ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 。どうじゃどうじゃ。あ、やっぱナースステーションなのかな。いますねいますねいますねいらっしゃいますね。え、やばくないこれ。やばいやばい。やばみが深い。お助けあれ。お助け。はは、私のママはどこに。レコちゃん一緒に私と私のお母さん探す旅に出ようよね。あ、いけないし。あ、でもちょっと落ち着いてきた。あ、地下。あ、下がある。はい、シャッター。どうにもなりませぬ。あ、でもおかげで心拍数は落ち着いてる。死にそうになったらここに行けばいいかな。どっか開かないのかな。電話で移動する。あ、でも使えないっけ、一回使ったら。チラリン。あ、いた。あ、日記10。困ったことになった。今日同僚の日高さんの愚痴を聞いていた。最近の玲子ちゃんについて。おお、病状も良くない。あらまあ、精神的にもネガティブ。やばいね。そうだよね。でも患者さんが辛いの見てるのは辛いよね。日高さんもストレス溜めていたようなので少し愚痴を聞いてあげた。玲子ちゃん、何玲子ちゃんの愚痴。あー、そっか、玲子ちゃんが当たってるのか、日高さんに。そっか、でもそれ子供がちょっと聞いたらね、自分のせいでも傷ついちゃうよね。そっか、元の関係に。そっか、だからお化けなの。あの時玲子ちゃんを一人にしてしまった。あら、そっか。一番支えが必要な時に孤独にしてしまったの。そんな出来事があったんですね。嘘だったのかもね。だって会いに来た人がさ、亡くなっちゃったんですよとか言えなくない？そっか、愚痴聞いてしまったのか。まあでもね、人間だからストレス溜めることとかってあると思いますけどね。まあ、そういう時ってやっぱりさ、うちに溜め込まないで聞いてもらうのとかもいいと思うけど、やっぱりね、本人に聞かれてしまうと悲しいね。どうしてあげたらいいんだろうな。あ、なんだろう。ちょっとセーブしよう。なんか起きてからじゃ遅い。なんか録音できる。ここ？事故で行けなかったから。嘘だったのかな。嘘ではないんだよ。悲しい。なんか涙出てきそう。ないけど。同じだったのかな。そんなことないんあれだけで私のことなんかだよ。何とも思ってなかった。来ようとしてたんだよ。でもさ、悲しいね。ごめんね。あ、誰かいる。リコちゃん？聞いた。リコちゃん聞いた。ここから出れたりはしないもんね。だって開くようになって
るけど、はい。あれまだいるよね。これどうしたらいいの？消えちゃうんだけど。消えちゃうね。嫌な音はするんだけど、でも振り返っていっても何も起きないから困っちゃうな。え？消えないでよ。なんで君たち消えるの？レイコちゃん聞いて。ねえねえねえ。ねえねえねえ。おい、来たろう。日記あった。レイコちゃんの状態深刻なのか、痩せていって、あらまあ、約束してたのっていつなんでしょうね。最近全くお母さんと連絡、そうだよね。いや、お母さんと連絡取れないのって何？本当に。入院費も、そっか、でもさ、子供にそんなこと言ってもね、どうにもできないしね。苦労してるので、そっか。逃げ出しちゃったのかな。放っておいてと言われたった。いやでも頭で撫でられたらね、子供はやっぱ嬉しいよね、きっと。意地張って、そっかそっか。いやーねー、寂しくて辛いでしょ、普通に。あ、ラジオこれまだ会いに来る前なんだ。じゃあこんな弱ってるところに楽しみにしてお話ししようとか思ってたのに来てくれなかったら、そりゃそうだよね。でも行こうとは思ってたんやで。ほんまやで。どうしてあげたらいいんだろう。レイコちゃん聞いて。ねえねえ。誰も私の話を聞いてくれないぞ。エレベーター。鍵？チャリンって。今チャリンって。ここに。鍵を入手。どこの鍵？2階のナースステーション。開かなかったですもんね。外地。いけないもんね。あれかな？電話かけたらまた行けるのでは？どれだっけ？これかな？これな気がする。116286 116286 116286 116286 116286。これで戻れるかしら、3階に。いけそう。ここは出よう。ここナースステーションか。そっか、この人形いますもんね。開けたい。使えない。これでレイコちゃんに、ほら、お人形だよーって。怖いか。いやー、結構今回、コーリング進められたんじゃないでしょうか。2階の開かなかったナースステーションの鍵も手に入れることができたので、きっと中にまた秘密が隠されているのかなと思います。ちゃんとね、これでレイコちゃんを解放してあげれるように頑張りたいと思います。それではバーチャルゲーマーキズナアイでした。またねー。